やりやがったな、オダッチ。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでちーです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年50号、ワンピース最新話、1098話、ボニー誕生を考察します。この1098話は、重い。熊の記憶があまりにも重い。思い出は、思い出。今週も当たった考察、外れた考察、答え合わせがはかどります。この1098話を考えるキーワードは、そばかすです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人は大いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。まずはいつものように話数の理論から考えましょう。1098話の類似話数は98話と198話です。98話は暗雲。ローグタウンに重い暗雲が立ち込めて、ルフィが死刑台に貼り付けにされてしまう。一方1098話では革命軍の本拠地、バルディゴに雨が降り、ジニーは孤独に死んでしまう。また98話にはスベスベの実を食べてそばかすがなくなり肌が綺麗になったアルビダが登場。一方1098話では逆にそばかすのジニーが青玉鱗という肌が固まる病気にかかってしまう。ジニーのそばかすや女海賊アン・ボニーなどからそばかすのルージュとジニーを以前重ねましたが、まさかそばかすと女海賊はアルビダと重なっていました。さらに98話では石を積むスモーカー。一方1098話ではジニーの肌が石のようになる。次に1098話は午後4時15分、鉱座が撃たれて反乱軍の怒りが爆発。一方1098話ではジニーがさらわれて海軍の怒りが爆発。戦いは加速していく。これは1年前にも考えましたが、前半の海の反乱軍、後半の海の革命軍、ここを絶妙につなげてきています。さらに1098話の反転話数も考えましょう。1098話をひっくり返すと、891は信じられてる。ルフィとサンジはお互いを信じている。一方1098話ではクマとジニーはお互い愛し合ってる。これが話数の理論一つなぎです。それでは重い本編の考察を始めましょう。1098話のスタートは引き続きクマの記憶。14年前のある王国でさらわれたジニー。ジニーは誰にさらわれたのか。先週の僕の予想は天竜人。妻にしてやるへ。先週ボニーが天竜人からゾロを救った話につなげてくると考えましたが、やはり天竜人考察は当たってしまった。ジニーはさらわれて天竜人の妻にされてしまう。それはいわばただの奴隷というよりも性奴隷なのか。確かにチャロロス星は何十人もの妻たちを抱えて飽きたら下地民に戻して放り捨てていました。この話は15年前の499話です。そこではゾロをボニーが子供の姿で助けていました。この姿こそがボニーの本当の姿でしょう。そんな15年前の伏線を紐解いていきましょう。まずチャルロス星の妻になった女性の名前がマリー。その婚約者酒屋の男の名前がジュディ。ジュディ&マリー。日本の人気ロックバンドジュディ&マリー。そしてジュディの恋人マリーは突然チャルロス星の妻にされてしまう。これはジュディ&マリーの名曲クジラ12号の歌詞そのままのストーリーだと3年前に考えました。そこからクマとボニーの話はこのクジラ12号の歌詞がヒントだろうと考えました。なぜならクジラ12号の CD ジャケットがクマのぬいぐるみだからです。ジュディ&マリーでクジラ12号。イミテーションのダイヤで嘘ばかりの恋がしたいわ。恋人がさらわれて悪魔の城から助け出そう。太陽が目覚めたらあの海へ行こう。明るいクジラ12号が今はちょっと悲しい歌に聞こえてくる。この歌は当時のサッカー日本代表の応援ソングで12号とはサポーターのこと。つまり12番目のプレイヤープラスワンという意味です。つまりボニーとはプラスワン。そしてプラスワンといえばゴルフのスコアでボギー。ルフィはボニーのことをボギープラスワンと呼んでいた。そしてさらにそう12号12の語呂合わせはジニー。さらに婚約者のジュディは酒屋でした。酒と書いてある。酒イコール酒。バーソロミュークマの好物は酒ではなく鮭。サーモンです。酒が好きなのはゾロの方。そして先週1097話ジニーの扉絵も酒。クマが登場した扉絵も酒。酒と酒。名曲とダジャレを用いて15年前に仕掛けた伏線回収。15年前の伏線がこれで解除されました。そしてジニーをさらわれたクマと革命軍はさらに勢いを増す。世界政府に牙を向く
反逆竜ことドラゴンと革命軍。これが1098話の和数の語呂合わせ一つ目。人の牙。人の牙でしょう。牙を剥くとは反逆という意味です。そしてジニーがさらわれて天竜人の妻になってから2年の時が流れた。この2年の間でクマ、ドラゴン、イワンコフはなぜジニーを助けに行かなかったのか。ロビンを取り返しに行ったルフィのように、コビーを取り返しに行ったガープのように、なぜドラゴンやクマはジニーを取り返しに行かない。この最大の謎を考えましょう。まず考えられるのは時が満ちていなかった。ドラゴンが作っている当時の軍隊では世界政府にはまだ太刀打ちできず諦めた。もしもそうであればドラゴンはリーダーとしては優秀ですが、キャラクターとしては魅力的ではありません。もう一つ考えられるのは2年の間にすでに戦いを挑んでいた。そして神の騎士団に一度革命軍は敗北している。この可能性です。少なくとも熊の性格とニキニキの実があれば聖地マリージョへすぐに飛べるはずですから、一度は戦いを挑んだと考えられそう。そう思いたい。この辺りが2年間に隠されたストーリーでしょうか。そして2年後、ジニーは赤ちゃんを抱いています。その赤ちゃんはボニーと名付けられている。普通に考えればボニーは天竜人の子供。遊びでできてしまった子供なのでしょうか。天竜人にさらわれた娘の母親は763話で奴隷にされた娘が哀れな姿で帰ってきて一言も喋らずに3日後に自害したわ。そのように子供の頃のドフラミンゴに言っていました。もしもボニーが天竜人の子供なら、その天竜人は誰なのでしょうか。それは例えばピガーランド・ガーリング星。しかしガーリング星はあまり異性に興味がなさそう。するとロズワード星。ちなみに僕はボニーとはジニーのクローンだと考えていましたから、この考察は外れてしまったようです。ボニーはジニーと天竜人の子供だった。しかしそれならばなぜステューシーがクローンだとわかる1072話でボニーを重ねたのか。これはただのミスリードだったのか。ボニーは1年前考えたように現在12歳の子供です。超新星の頃はなんと10歳です。10歳の子供にしては体術に長けていますが、ボニーがもしも天竜人の子供ではなくジニーのクローンだとすれば、これは辻褄が合いますが、しかしそれはただ僕がそう思いたいだけだった。おそらくボニーは天竜人の子供。とにかくボニーの技ディストーションフューチャーは巨人族の血を引くバッカニア族クマの本当の娘だった場合の歪んだ未来だったようです。そして雨が降り注ぐ革命軍本拠地にジニーから2年ぶりに連絡が入る。この時のジニーは明るく振る舞っていますが、でんでん虫の表情からジニーが無理をしているとわかる。ジニーは病気になり、もう命が途切れる寸前だという。クマよりも4つ年上のジニーはクマをよろしく頼むとドラゴンとイワン国に告げると、クマはすぐさまニキニキの実で飛ぶ。ジニーの最後の言葉、ずっと大好きを聞かずに。これが1098話の和数の語呂合わせ2つ目、愛の救援。愛の救援。1はその時系から愛の愛です。8は8なので絵と読みます。熊が飛んだ先はもちろんソルベ王国の教会。ジニーの全身は青い石に覆われて、すでにジニーの命はこと切れていた。幸せだね。結婚しようよ、クマチ。奴隷になって死んだお母さんみたいになってほしくないからジニーのプロポーズを断ったクマ。それなのになぜ結果はこうなってしまったのか。なんという皮肉。人を救う神などこの世にいない。ジニーの病気は太陽の光を浴びると青い石になってしまう奇病だった。それでもジニーは命を懸けて赤ちゃんボニーをソルベ王国の教会まで運んだ。その時ジニーはクマに絶対会いに来ないでと言いつつ、クマと過ごした教会に来た。つまり本当のジニーの気持ちは会いに来て、ジニーを思い出して涙が止まらないクマ。ボニーを育てていくと神の前に誓う。そしてジニーを埋葬しました。これが1098話の和数の語呂合わせ3つ目、人を供養。人を供養。8は8日なので陽と読みます。もうこの時点で読者の気持ちは一つ。天竜人ぶっ殺す。その天竜人を守っている海軍の正義もクソそのもの。ここで熊の実家、つまりバッカニア族の教会、そこに掲げられている十字架は太陽十字。太陽十字とは北欧バイキングたちやネイティブアメリカンなど世界中に伝わっている衣装、古い太陽信仰のマークです。
太陽十字についてはワンピース考察ブロガー、考古学でわかるワンピース考察さんが追いかけていました。この太陽十字は熊の服のデザインはもちろん、ワンピースでは昔から描かれてきています。そしてその太陽のマークは先月考えたように熊の肉球マークの完成形。バッカニア族たちは長年ニカを本物の太陽の神として信仰していたようです。ジニーの忘れがたみボニーを育てていくクマ。母乳ではなくボニーにミルクをあげると赤ちゃんボニーはグビグビと飲む。それはジニーのような大食い。ここでクマはジニーを思い出す。大食らいボニー。ジニーにそっくりなボニー、母にです。そばかすの少女ジニーを思い出すクマ。思い出はいつも綺麗だけど、それだけじゃお腹がすくわ。本当は切ない夜なのに。そしてクマはソルベ王国の老人たちとボニーをすくすくと育てていく。巨大なクマにボニーが潰されないように寝るときは鉄の檻に入れてボニーをカバーする。これが1098話の話数の語呂合わせ4つ目。人をカバー。人をカバーでしょう。しかしある日ボニーの顔に異変が。ボニーもジニーと同じ病気を発症してしまう。クマは教会の窓をすべて閉じて太陽の光を封鎖する。何が太陽の神。なんという皮肉。太陽の光を浴びると死んでしまうボニー。いや、この話は、教会の太陽十字と太陽であるボニーが閉じ込められたお話。それはまるで日本神話天岩戸。天岩戸とは太陽神アマテラスが岩に閉じ込められ、世界が闇に包まれたお話です。それは1044話でこのように考えました。こちらです。この笑いと踊りは日本神話の太陽神につながります。それは日本の太陽神アマテラスが岩戸に隠れてしまい、世界に闇が訪れた時、女神雨のうずめが岩戸の前で胸を使ったエロティックでコミカルな踊りを披露したところ、周りの神々が大爆笑して、その笑い声が気になって、太陽の神アマテラスは岩戸から出てきて世界は明るくなりました。夜明けイコール笑いの力。笑いこそが世界を夜明けへ導く。笑いこそが闇を凌駕できる。和の国ではヤマトが岩戸に閉じ込められていました。この話からわかるのは、世界の闇を照らすことができるのは笑いの力ニカ。やはりクマとボニーの心を救えるのはニカしかいない。そんな病気になったボニーの顔には青い石ができている。その位置はボニーのピアスの位置。幼いボニーは教会にあった聖書を読む。その聖書には空島や魚人と世界の物語が書いてある。いや、800年前のニカの物語が書いてあるのか。そのボニーが読んでいた聖書はその後、クマが肌身離さず持つことになる。となると、多くの方が過去に考察しているように、クマが持っている聖書の表紙は仙台ニカか。おそらく本物の仙台ニカというより、ニカをイメージして描かれた表紙でしょうか。そこには何が書いてあるのか。とにかく閉じ込められたボニーの病名は聖玉輪。聖玉とはサファイアのことです。どうやらジュエリーボニーとはこの宝石サファイアが由来だったようです。ソルベ王国の医者曰く聖玉輪は近年の病気だという。それはまるで老の白煙病のように何かしら毒となる原因があるのでしょうか。もしもそうであれば、それはもしかするとゴッドバレーで採取できる謎の資源が影響しているのか。ジニーはゴッドバレーでその病原をもらってしまった。そんなボニーの世話をするためにクマは革命軍を離れます。これが1098話の話数の語呂合わせ5つ目。人の休養。人の休養。しかしある日、クマと医者の会話をボニーに聞かれてしまう。それは10歳まで命は持たない。残酷な現実にクマはボニーに嘘をついてしまう。この時のボニーは5歳。そして1年が過ぎてボニー6歳の時。ソルベ王国に火の手が上がる。ベコリ王が再び帰還し、不要な老人たちを焼き払う。これが1098話の話数の語呂合わせ6つ目。火の急場。火の急場。急場とは差し迫っている状況のことです。こちらの語呂合わせは先週予想できました。足手まといの人々を焼き払うというこのお話は、まるでゴア王国。つまりこれからはゴア王国編ともつながっていきそう。この1098話ではサボも登場しています。以上が本編の流れです。
ちなみに奴隷ジニーの悲しき人生や恋については、実は僕はボニーの母親ではなくルフィの母親だろうと3年前からイメージしていました。それこそがドラゴンが革命軍を作った理由だろうと。しかしそれは熊のストーリーでした。となると、すでに革命軍を作っているドラゴンは誰と革命をしながら恋に落ちたのか、そのルフィの母親はどこへ消えたのか、ルフィは本当は白い土の島、革命軍本拠地バルディゴ生まれなのか、ルフィの母親についてはますます謎が深まりました。続いては次回1099話の展開を話数の理論から考えていきましょう。1099話の類似話数と反転話数はすでに考えました。こちらです。1100話は激アツ回になりそうです。しかし、それよりも僕が注目したいのは一つ前の1099話です。類似話数99話ではルフィが雷に打たれて笑った。類似話数199話はホープ。ルフィこそが希望であると描かれている。さらに1099話をひっくり返すと991話、ここでもルフィはドレークから希望だと言われている。つまり99話でも199話でも991話でもルフィは希望だと描かれている。それならば1099話でもルフィが希望だと描かれる回でしょう。1099話はルフィこと太陽の神ニカの希望や奇跡を表す回だと考えました。しかしまだまだクマの話は続いています。まずクマは帰ってきたベコリ王をベコリとペシャンコにして倒すでしょう。そしてクマは国民たちに後押しされて国王になるのか。類似話数199話ではルフィがやっと砂のクロコダイルを殴りました。そして反転話数991話では古代巨人族の末裔ハッチャが大暴れ。ならば1099話では巨人族の血を引くバッカニア族クマが大暴れか。またハッチャは巨大ロボットフランキー将軍を見るとハートマーク。こことつながるならクマは1099話でロボット改造人間になる。そうなると考えられる1099話のストーリーは、例えばまずベコリ王を倒してクマが王になる。そこへ世界政府が来てクマを捕らえる。しかし巨人族の血を引くバッカニア族クマの体にベガパンクが興味を持つ。なぜならベガパンクを含む世界政府は長年人間を巨人化する研究を行っているからです。そこでクマはボニーの病気を治してくれるなら実験体になることを了承する。クマは契約として政府の言いなり七部会になる。さらにクマはベガバンクからニカの情報を得る。それはゴムのような能力者だと教わる。そこでクマはゴムの男はドラゴンの息子ルフィだと突き止めてスリラーバーグへ行く。さらにシャボンディ諸島でルフィたちを助ける。2年間サニー号を守るプログラムだけを残して、そしてクマはボニーの病気をベガバンクに治してもらうために改造人間になる。さらにクマの記憶も抜かれる。そんな流れでしょうか。そして類似話数99話でルフィは死刑台で笑っています。これから死ぬのに笑っていました。それならば1099話でクマはボニーとの最後のお別れのシーンでニカッと笑う。それはまるで白煙病の牢を残して死ぬ間際、笑顔のロシなんてのようにニカッと笑う太陽の神ニカ。99話では落雷で助かったルフィを見たサンジが、おい、お前、神を信じるか。やはり1099話は希望、太陽の神ニカを表す回でしょう。そこにニカは登場しないかもしれませんが、クマは必ず人々の希望、太陽の神ニカを求めるはずです。そして次の次、100話、伝説は始まったとつながる1100話で本物のニカルフィが現れる。クマとボニー、そしてジニーの無念を晴らすようにサターンをぶっ飛ばす。五老星をぶっ飛ばす。これでしょう。それでは最後に1099話の語呂合わせも考えましょう。1099話の語呂合わせは、人の危機、毒ない、特区ない、愛を聞くなどが考えられそうです。皆さんはどう思いましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。